はい、皆さんこんにちは。アイロニーの谷口です。今日はですね、アイロニー今までどうやって、ここに至っているかという、歴史というか、立ち上げの時の話とかを、聞きたいっていうふうに、ちょっとリクエストがあったので、今までどんな感じで、店をやってきたかみたいな話をちょっと振り返ってみようかなと思います。まずですね、僕キャリアの、一番最初は、映画を見て22歳の時ですかね、マンハッタン花物語っていう映画を見て、クリスチャン・スレーターが出てる映画でした。メアリー・スチュアート・マスターソンとラブロマンスでしたね。当時ガーデニングブームとかだったんですかね。なんかそういう、屋上にすごく綺麗な庭を作ってるような花屋が主人公の物語でしたけども、その映画を見てなんかすごくいい職業だなっていうふうに、思ったんですね。で、バスケットばっかりずっと、してきて大学卒業した時に、映画の仕事、映画が好きだったんで映画の仕事がしたいなと思って、なんか出る方しか見てなかったのでね、お芝居をしようかなと思って、東京に出て行ったんです。でその時に、その「マンハッタン花物語」っていう映画を見て、アルバイトをね、もちろん役者では食べていけないので、花屋でバイトを始めたのがきっかけですね。そこでは1年足らず8ヶ月ぐらいですかね、町田市に住んだんですけども、鶴川っていうところのアビエントさんっていう、花屋さんが、僕を迎え入れてくれて、配達のバイトかなと思いながら、入っていったんですけども、いろいろ水揚げとか、箱を潰したりとかね、主に雑用掃除したりとか、そういうことをずっと、やりながら、夜はお芝居の勉強みたいなことをしてる生活が、8ヶ月ぐらい続いて、映像演技の養成所みたいなところだったんですけども、その後なんか小さい劇団みたいなところに誘われてお芝居少ししてた時期があったんですね。で、昼間稽古になったんで花屋の仕事は辞めざるを得なくなって、夜の仕事に変わりました。なんかコンビニとかカラオケとかで夜中アルバイトするみたいな感じで、してましたね。で、数年2年ですかね、2年、それをしていて、お芝居ちょっと面白くなくなってきて、なんかあんまりやりたいことじゃないなというか、なんか映画作ったりする、舞台を作ったりするっていうのは面白そうだなと思ってたんですけども、自分が誰か別の人の人生を演じるというか、誰かになりたいっていうような願望があんまりなかったので、お芝居面白くなくなってしまって、でやめちゃったんですね。で、その後何か仕事を、そろそろ一生の仕事を探そうかなと思った時に、そのアルバイトを、させてもらった記憶がふと蘇ってきて、花屋の仕事っていうのが、自分にはすごく向いてるんじゃないかなと思って、25歳の時にですね始めようと思って、花屋を一生の仕事にしようと決意して動き始めます。そこからいろんな花屋さんの花を見たり、花屋ってどういう世界なんだろうと、そこから改めて、いろんな花屋さんを研究し始めるわけですけども、それと同時に、修行先みたいなものを探そうとはしたんですけども、なかなかここで働きたいなっていうところが見つからず、でその時はもう僕は東京にいる意味がなかったので、
田舎に一度帰って、和歌山県出身なんですけども、和歌山の田舎に戻って、そこから再スタートという形で、いろいろ探した結果、あんまりこう仕事したいなっていうところが見つからず、で自分だったらこういう店をしたいなっていうのが、調べていくうちに出てきたので、もう自分で始めてしまおうと思って、神戸に神戸の東灘区の西岡本っていうところに、アパートを借りて、アパート、マンションですね、ちょっと広めの、ワンルームマンションにしては当時東京で暮らしていた最低限住めるようなワンルームよりは少しだけ広く作業場みたいなところにできるような、マンションを借りて、そこで、アイロニーを始めます。とはいえもちろん生活はそれでは食べていけないので、夜中飲食店でアルバイトをさせてもらって、カフェバーみたいなところの厨房で、ずっと働いてました。で夕方から明け方まで、仕事をして、そこから、仕入れに行って水揚げをして寝る。でお昼ぐらいから、レッスンなんかも始めてたので、近くに友達ができて、友達がカフェを、岡本で、女子大生がたくさん集まるようなカフェをしてるところで、資料を置いてもらって、そこから、生徒さんがレッスンしたいと言って来てくれるような感じで、アイロニーをスタートしてました。で、ホームページを自作で作ったりして、友達とか身内とかが、注文をくれるたびに仕入れに行って、少しずつ自分の花っていうのを、練習させてもらったり、資料を集めていくっていうような感じで、写真もその頃から始めましたね。デジカメが、一般的にデジカメが使われるように、普及し始めた頃だったね。パソコンもデジカメもそうですね、その頃一般に普及し始めた頃だったので、何でも自分でするっていうような感じでやってましたね。で、その状態で2年間ずっとアイロンに続けていって、少しずつ勉強をしていくわけですけども、すいません、飲んでます。少しずつ、自分のスタイルっていうのを、資料を作っていく。頭の中にはある程度あったんです。こういうのがいいなっていうのは。もう本当にたくさんのフロリストの花を見て、この人のこういう部分は好きだけど、この人のこういう部分も好きだな、こういう部分は好きじゃないなっていうので、自分がいいなと思う部分っていうのを明確にできてきてたので、それらを自分の中に取り入れて、自分のフィルターを通してもう一回吐き出してみるっていうようなことで、徐々に自分のスタイルっていうのがどういうものか分かってきたような感じで、もともとね、もうそのアイロニーを始めようと思った時には、コンセプトというか、色気、今も言ってますけども、花が持っている色気と、自然のバランスっていうこの2つのことは最初に思いついてたんです。この2つをコンセプトにしよう。これは最大公約数的な魅力になり得るので、ビジネスをしていくのにはいいんじゃないかなと思ってました。で、当時特によく分かる人、プロフェッショナルの人が見て、すごくいいなと思うものと、知らない人が見てとっつきやすいとかっていうもの、大衆性があるものと、専門性があるもの、両方兼ね備えてるものが、名作なんじゃないかなっていうような考えを持っていて、でその両方を、自分の花が持つためには最大公約数的な魅力を持ってるものをベースにすべきだっていうふうに、考えていて、その2つがコンセプトとしてやっていこうっていうのがありました。
で、2年間まあそれでそうやってずっと仕事を続けていって資料なんかも増えてきて、写真もなんとなくコツがつかめてきてとか、そういう風にしてきてたんですけども、まあ、当時は今みたいに SNS で発信する場もなく、ホームページを自作で作ったものの後ろに、掲示板っていうのが BBS とかっていうね、掲示板で、何かを発信するみたいな形でなんかしょうもないことを書いたりしてた時期がありました。でまあほとんどバイトでもう生活していくのももう苦しい時代ですね。なんか飯を食うか花を仕入れるかみたいな感じの時代が、結構長く続いて、で、まあ、このままではもう拉致が開かないなと。で成長の速度が遅いなっていうふうに感じたので、まあ、2年その生活をしてみて、まあ、店を持とうと、もうそれ一本に絞って仕事をしていこうと思って、小さな、まあ、今の芦屋本店の場所ですけども、まあ、借金をして借り入れをしました。で、そこで、店を始めて、今芦屋本店の場所を始めて、まあ、1階部分が店で2階部分には住み込もうと。でその住んでるスペースを、昼間はきれいに片付けていて、レッスンをするスペースなんかにしたりしようって小さい店がいいなっていうので、見つけたスペースで始めました。それが、ホームページの情報を見ると2002年ですね。2000年に立ち上げて、2002年に、店を出したと。10月ですね。10月19日に、ショップをオープンすると。で、まあそっから、数ヶ月ぐらい割とねなんか関西ではちょっとない店だったので、その当時ちょっとモダンな、かっこいいスタイルの店っていうのはあんまりなかった店だったので割と注目してもらえて、1年ぐらいの間にこういろいろ雑誌にはたくさん取り上げてもらえて、ほぼほぼまあああいうファッション誌全誌新店オープンの、コーナーなんかには紹介してもらった、感じで、認知もまあ少しずつ高まっていって、安いね5000円6000円ぐらいのレッスンをずっとしてたので、まあ生活していくには困らないぐらいにはなんとかやっていけるなっていうぐらいにはすぐなったんですよね。まあ楽でした。その一人で店の2階に住んで、1日3万円ぐらい売り上げがあればなんとか生きていけたんで、まあ楽だなっていう感じでやってたんですけども、芦屋にはね、もう昔からいい店、関西でも一番って言われてる店があって、同じ芦屋でやっていてこうやっぱ比べられることも多かったんですけども、まあひいき目に見てもその店の方がはるかにクオリティ高いしいい仕事たくさんやって規模も大きかったので負けてるなっていう感じはずっとあって、なんとかそれを負けたくないなっていう、まあ、負けん気が働いていて、それをまあずっとまあその、ジャクデコさんっていう花屋なんですけども、ジャクデコさんをまあ追いかけて頑張り始めて、2年目かな2年目か3年目ぐらいまだ、僕もこの仕事その花の仕事アイロニーのお店をねやって、2年目なんでキャリアとしてはまだ4年目ぐらいですかぐらいの時に、カルティエさん、まあ、ジュエラーですね、カルティエの仕事を、やってくれないかっていうオファーが来たんです。当時ね、ウーフさんっていう芦屋にある、
紅茶、中国茶のお店ですごくセンスのいいお店だったんですけども、そこに花飾らしてほしいって言って、すごい小さな額で、自由に花飾らしてもらってた時期があって、そこの花を見てくれて、週にもう本当に5000円ぐらいの花でしたけども、それを見てくれて、ブティックの花をしてもらえないかっていうふうにオファーいただいて、で全然そんなことやったことなかったんですけども、もちろんやれますよっていうふうに、やってもいいですよぐらいの感じで、引き受けて、で、心斎橋の路面店の花を、自由にさせてもらうという条件で、入れるんですけども、それが気に入ってもらえて、今思うと結構思い切った花いけてたなと思いますけども、なんかパフィオペディラムとゼンマイとか、使ったりして、今までとは全然違った感じでいけさせてもらったのが、それ気に入ってもらえて、他の関西にあった百貨店店舗も、うちもアイロニーさんにしてほしいなっていうふうに言ってもらえて、バタバタバタっと仕事が割とこう増え始めて、でカルテさんバースデーの顧客への誕生日の花とかもあったので、そういうのがもうわっといっぺんにうちの方に移ってくるような感じになって、でそこからですかね、それを見ていた他のブランドなんかもうちに花を頼んでくれるようになってきて、一人ではもう全然回らなくなってきたんです。もう、3時間2時間睡眠みたいな毎日をずっと繰り返して、月曜日に眠いなっていう時に木曜になったら寝れるなとかって思ってるような毎日が続いてて、で、その時一番利益率というか、そういうのも良かったような気がします。一人で限界まで仕事してるような時期っていうのがあってね。でそこから人を雇い出して、今アジア店にパートで来てくれてるんですけども、山野っていうスタッフが一番最初に、採用したスタッフで、その子と、仕事をやり始めて、人雇い出してからはね、なんかもうこれ自分の好きな感じでは好きなペースでとかって言ってられないなっていう、なんか責任感みたいなのは感じて、縮小してやめてもらうみたいなことはできないぞっていうプレッシャーは感じて、もうそこからだからひたすら拡大路線じゃないですけど伸ばしていかないとっていうような感じでずっとやってきて、毎年毎年業績は伸ばせて順調に規模も大きくなってっていう感じでしたかね。でちょっとイレギュラーに人が増えることがあって、どうしてもこいつ雇ってやりたいなって思った人がいてて、ちょっと人の方が多くなるな仕事よりっていう時期とかに、なんか東京での仕事みたいなのもポツポツ声がかかるようになってきて、で、パリの花の仕事みたいなのを見せてもらうことが当時増えたんですよ。その、ブランドの仕事とかで、それを見本にさせられるみたいなことが出てきたり、みんなパリの花が優れているっていうような、ことをよく耳にするとか目にするとかね、感じることが多かったんですけども、見ていてその日本の僕らが目指しているような先輩フロリストたちがやってることの方が僕は高度に感じられたし、自分たちの店がやってることっていうのをもっと綺麗なものを、とにかく素材はやっぱ日本の方がいいので、
もっとできるのになっていうふうなことを感じて、それがちょっと負けん気につながったんですかね。なんか、日本の花屋、パリのフローリスト負けてないのになっていうふうに思った時期があって、これ行ったら全然やれんのになみたいな、ギラギラしてた時期だったんで、思って、で、まず東京に店を出そうと。で東京に月に2回ずつぐらい遠征に行き始めるんです。夜中木曜日夜10時ぐらいまで働いて、そこから車に乗って、5時間6時間かけて東京行って、朝金曜日の4時ぐらいに太田市場に着いて、でそのまま仕入れして水揚げをさせてもらって、問屋さんの裏でホテルにアーリーチェックインみたいな感じで安いビジネスホテルに行って、寝て、で知り合いの会社を間借りしてそこでレッスンさせてもらうみたいなことを土日レッスンして、日曜日の夜帰って月曜日からまた芦屋で働くのを、月に2回ずつぐらい来てた、頃がありました。それがね2008年かな。2008年。でその前にね、2007年にマイロに芦屋オープンして5年後ですね。5年後だから、もうピークの時ですかね。仕事も本当に大変だなっていう時に、法人なりしてます。2007年に株式会社アイロニーっていう形にして、で、社員が2人入って、3人で会社にしてっていうような形でやっていって、でまずそこから人も増えて、2009年に、青山店をオープンすると。で青山店1年ちょこちょこ遠征で行って、お客さんが増えてきたら東京に店出そうとかって言ってたんですけども、お客さんがレッスンの生徒さんが増えてくるっていうよりも、物件が先に見つかっちゃったみたいな、今の青山の店の1個前、パレスみゆきビルっていうね、すごいレトロなビルで3年で壊すので、すごく安く入れて、現状復帰しなくていいよ、自由にしていいよっていうような物件が、もう表参道から根津美術館まで行く道沿いだったので、すごい場所にすごい安くていい物件、しかも2階だったので、ふらりと人が入ってこない、知ってる人しか来ないけども、知ってる人が来るにはすごくいいアクセスの場所っていう、もう本当に理想的な場所だったので、これはもう行ってしまおうって言って、見切り発車で、お金の用意ができてたわけでもないんですけども、人はいたんですよ。その時スタッフはいたので、その会社を立ち上げた時に、右腕としてやってくれてた、2番手の、社員を、パートナーみたいな感じでね来てくれた、男性社員を、東京に行ってもらって、東京店長として行ってもらって、芦屋店でもスタッフ育ってたので、芦屋店も、店長立てて、で僕は両方見るっていう形で、週の半分半分行ったり来たりするような形で、仕事をしていくっていう風なスタンスに変わって、でその東京店出すっていう時にはもうパリにも小さい店を持ちたいんだっていう風に公言するような形になってました。それが2009年ですね。でその頃はでも東京で初めて会う人なんかにも、パリにも店持ちたいんだよっていう風な話をしてても、みたいな、みんなちょっと薄ら笑いみたいな感じで、誰もなんかちょっと大きく風呂敷広げて夢語る人なんだなみたいな感じで、思われてる感じっていうのはひしひしとは感じてましたね。で、
東京はでもねそれ出した時にブランドの仕事も関西で結構やらせてもらってて、東京の仕事も、来てくれたらやってほしいのになとかっていう風にいろいろ言われてたんですけども、このタイミングでねリーマンショックで、経済ガクーンと落ちたんですよ。で、外資の、そういうブランド軒並みこう花の費用っていうのをカットしていく、傾向になって、ブランドの仕事うち6割7割ぐらい売り上げそれで上がってたんですけど、それが一気に半分ぐらいになっちゃったかな。で、店出してすぐでいろいろ厳しかったんですけども、レッスンの方がスクール事業の方が、そこからは順調に伸び始めて、ギフトはずっとね僕らベースになってるギフトっていうのはもう年々ちょっとずつ上がっていくっていう、緩やかに上がっていくみたいな感じなんですけど、ブランドの仕事はガクーンとグーンと上がって、で、リーマンショックでガクーンと下がってみたいな感じなのが、レッスンでそれをカバーするみたいな形で、この3本柱でなんとかバランス取りながらやっていってたかなっていう感じです。で、この何年かな、3年後、2012年ですかね、2012年に、写真集をフラビュラスという写真集を出版します。写真集出版します。で、その次翌年2013年に、フラビュラスの2冊目イシュー2ですねを出版で、3年後イシュー3で、1年ずつ出していってたんですけども、この後ですよね、2014年15年ですかに、ずっとパリに店出したいっていうふうには至るところで、あらゆるところで言って出したいっていうふうに言ってたんですけども、言い始めた頃って僕パリに行ったこともなかったんですけども、さすがにこの頃には年に1回行くようになっていて、ちょっとずつ準備をしていかないとなっていうような感じで、やってました。で、2015年ですか。2015年に、とある、フランスの、日本人フローリストから、もうすでに日本人で、パリでお店をやってるっていう人は昔からいたんですよ。支店っていうわけじゃなくてね、日本人がもうパリにずっと住んでいてパリで店をやってるっていう人はもう20年ぐらい前からもういてはって、何人か、1人か2人かな、20年前からやってはったのはその人1人だったんですけども、その人が店をね、移転するからその跡地を買ってくれないか、跡地の権利を買ってくれないかっていうふうに買ってくれないか、安くで売れるよっていうような感じで、声をかけてくれたというか、そういう話が回ってきたんですよ。で、そのアイロニーさんとかここ買って始めるのもいいんじゃないのみたいなのを、ボソッと言ってたよ、 SNS で言ってたよっていうのを、僕は直接見てなかったんですけども、他の、つながりのある人が教えてくれて、でどういうことですかって言って話を聞いて、すごくハードルが低かったんです。それが、僕らが想定してたハードルよりもすごく低かったので、この機会逃すといつになるか分かんないなっていうので、もうね
東京に店出した時よりも準備ができてない時だったんですけども、お金もないし人もいてないしっていうような状況だったんですけども、よし、もう今行かないといつ行けるか分かんないぞっていうので、まあめちゃめちゃ無理して行くことに決めたんですよ。まあ結構猛反対、もあったり、まあ、反発、社内の反発があったりとかね、そういうのもありながらでしたけども、でそれで行って仕事始められると思ってたら、途中でやっぱりうちには売らないっていうふうに、言われてしまって、何が起こったのかちょっと分からないんですけども、そこが売りたくないっていうふうに、まあなんでしょうね、日本からまたその日本の花屋が来るっていうことがあんまり良くないっていうことになったんでしょうかね。ちょっと事情はよく分からなかったんですけども、まあ売ってくれないっていうことになったので、まあ売る売らないってね、パリはちょっと複雑なんですけども、賃貸の契約をすれば店が始められるっていうことではなくて、営業権って言ってね、お店始める時はこう前の人から店をする権利を買うっていう風習があるんですよ。それはまあ法律が残ってるんですけども、まあパリの街を守っていく、観光資源としての街を守っていくために、そういうことになってるんですけども、その営業権っていうのがねすごくハードルが高かったので、それがすごく安く、売ってくれるっていうことだったので、いいんじゃないかなっていう話になったんですけども、売ってくれないっていう風になって、で、もうでもね、銀行からお金を借りて動き始めてたんですよ。融資が受けられるっていうことで、よし行くぞってなってたのに売ってくれないっていう話になったんで、まあでももうこれ行ってしまおうかと。行ってまた別のとこ同じぐらいの条件でもしかしたら探せばあるかもしれないっていうことで行き始めるんですよね。で、8ヶ月かかったんですよね。もう行ってすぐ始められる予定がなかなか店が見つからなくて、まあそれでもね8ヶ月でも僕はまあラッキーな方で、他の飲食店なんかの人を聞いてると、もう全然2年3年と物件が決まってから店をオープンするまでもいろいろトラブルがあって店開けられないとかって言ってね、数年かかる人なんかもいる話よく聞いてたので、僕はすごくラッキーで、僕の花を気に入ってくれたフランス人が、物件の権利2000万ぐらいする権利を買って、僕の代わりに買ってくれたっていうような、縁もあったりして、今の16のビクトリーユゴっていう物件を、借りてスタートすることができて、そこで、パリの店ができたのが平成27年なので、2010何年 ?2016 年ですか。2016年かな、2015年2016年かなにオープンして、でこの時にね花屋で、日本人の花屋で、もうこれ他の国でもそうかもしれないですけど、パリに、外国の花屋が支店を持つっていうのは多分僕初めてだったんですよね。で、それをオープンして、始めていきます。まあでもまあこのオープンして 1,2 年っていうのが結構本当にいろいろもう店もごちゃごちゃして、日本のね店がやっぱ僕がいなくなったことですごく大変な時期があったので、スタッフにも、まあ今いてくれてるスタッフたちにはもう迷惑かけたなっていう感じですけどもで、今もうパリの店5年目ですか。まだなかなか僕自分が思ってるほど、各店3店舗が、いろいろ安定してきてるっていうふうには言い難いですけども、まあ少しずつ、人もまた集まってきてくれて、ちょっとずついい店になってきてるのかなっていう感じでやっています。
でパリの店今5年目かなですかね。あるに、認定校っていう仕組みを始めて、各地に、パートナーのスクール教室を作って、輪が広がってきてるかなっていう感じで、楽しくやらせてもらってます。で、パリに、店ができたことで、パリの店がすごく5年で、売り上げ伸ばしてきたかっていうと、なかなかこう思った通りには成果上げられてない部分はあるんですけども、僕自身の認知度としては、マーケットが世界に広がったかなっていうのがあって、フラワースクールニューヨークっていうニューヨークの有名な、花学校から講師に呼んでもらったりとか、オランダからデモンストレーターとして、イベントに呼ばれたりとか、割とその仕事できる場っていうのが世界に広がったなっていうのがあって、でも苦しい状況は苦しい状況なので、ここをなんとか頑張っていかないといけないなっていうような状況で、こんな感じで休みの日も YouTube でこういう話をしているという感じですので、皆さんぜひ、アイロンよろしく、お願いします。パリもぜひ遊びに来ていただいて、日本の店でも僕20日、パリにいて10日は毎月日本に帰って、レッスンとかイベントなんかをしているので、ぜひぜひ、アイロニーの花楽しんでもらえたらなと思っております。長くなりましたね。35分ぐらいですか。こんな感じでどうでしょうか。またリクエストあればお待ちしてますので、よろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。ありがとうございます。では。